ごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、ウクライナの戦況解説。ウクライナ軍はゆっくりとではありますが、日々前進をしています。ロシア軍はそうしたウクライナ軍を食い止めようとして、何度となく反撃を行っているのですが、この反撃に伴って、むしろ戦力を消耗している感じさえあります。一日一日の動きは劇的ではないものの、情勢がどのようになっているかをしっかりと確認し、今後の予測などにも役立ててください。それでは早速地図を使いながら状況の説明をしていきましょう。地図については戦争研究所の発表しているものを引用します。赤く塗られている部分がロシア軍の占領している地域。これに説明をするためにある程度戦域を区分けして番号を振っています。全体的な話としては、ロシア軍が守りを固めるのではなく、そこかしこで反撃を行い、もしくはウクライナ軍に対する攻撃を行うことで占領地域を広げようとしています。しかし、全体を統一した作戦行動が見られるわけではありませんから、それぞれの攻撃はかなり連携していない散発的なものとなっています。一方、ウクライナ軍の動きなのですが、東部戦線においてはバフムトを中心にして領土の奪還を行っていますが、あくまでもこれは一番の目標である南部戦線においてアゾフ海を目指す。この動きを助けるための支援攻撃で、本命の攻撃は南部戦線です。そうした意味で、ロシア軍の戦力が南部戦線だけに集中しないようにするため、ウクライナ軍はクリミア半島への攻撃もここ最近は積極的に行っています。目立った動きが続いているので、一番最初にクリミア半島における状況から見ておきましょう。クリミア半島で押さえておくべき点は、何といっても半島の先にあるロシア軍黒海艦隊の母港であるセバストポリです。それに対してウクライナ軍は1、2、3カ所において攻撃を順番的に行いました。この番号が振ってある場所なのですが、ロシア軍の防空の要である対空兵器S400 などが配置されている場所です。1番、2番においては、ウクライナ軍はロシア軍の対空兵器 S400 を撃破することに成功しています。これに伴ってこの地域における防空網に穴を開けることができ、見つかれば撃墜されやすい突撃ドローンなどについても活用がしやすくなっています。そして3番のセバストポリにおける S400。こちらに対する攻撃も行われたのですが、撃破できたかどうかについては今のところ確認は取れていません。そしてセバストポリに対する攻撃では、軍艦を整備するためのドックに対する攻撃が行われました。これについては前回の動画で、揚陸艦についてはこちらの映像で完全に上部構造が吹き飛んでいる。そして船体にも影響が出ていることから修理は現実的ではないという話をしました。そしてこの揚陸艦の向こう側に潜水艦があるのですが、そちらの映像についてもようやく情報が出てきました。こちらの写真は潜水艦の艦首部分です。上部構造に穴が開いているのが見えます。この様子からすると、揚陸艦が燃えてその火に炙られたといった話ではなく、確実にウクライナ軍のミサイル攻撃が命中していることが示されています。次に船体についても同様で、横っ腹に大穴が開いています。潜水艦は海に沈む以上、均一に圧力に耐えることが非常に重要です。このように船体に穴が開くほどの損傷を受けたということは、全体構造にもかなり歪みが出ているでしょうから、これを修理して再生するのはかなりの困難を伴うはずです。ロシア国防省は揚陸艦、潜水艦どちらについても時間をかけてでも修復し戦線に復帰させると発表していますが、一から作った方が基本的にはお金はかからないでしょうし、新しく艦を作るよりも修理する方が時間かかるのではないかと言われています。もちろんロシアが無駄な出費に時間をかけ人手をかけるというのであれば大歓迎なので、ロシア国防省がこれらの艦を修復させるというのであれば、ぜひともやってもらいましょう。次に、ウクライナ軍が今進めている海兵隊の訓練について取り上げておきましょう。南部戦線では、ドニプロ川沿岸において、川を渡っての攻撃といったものが繰り返されています。それと同じようにしてクリミア半島に対する奇襲攻撃といったものも、非常に有効です。守るロシア軍はどこを中心にして守ればよいかわからないのに対して、ウクライナ軍は守りの脆弱なところを偵察した上で攻撃することができます。そのための機敏に動ける部隊というのが必要です。ウクライナ軍の海兵隊は、そうした意味で、ロシア軍を翻弄するためにも非常に重要な戦力となります。現在のところ、ウクライナの海兵隊はイギリスで訓練が行われています。これらの部隊はいずれ南部戦線において、ロシア軍に対するゲリラ戦部隊として活躍することでしょう。それでは全体の戦況図に戻って、
1番のクピャンスク戦役の話から戦場の様子を見ていきましょう。東部戦線クピャンスク戦役。この地域におけるロシア軍は攻勢には出ているものの、もともとあった戦力がすでに減少しています。南部戦線においてウクライナ軍がロボティネなどを奪還したことから援軍が必要となりました。これに伴って東部から戦力が抽出されたのです。しかし、ウクライナ軍が奪還作戦に集中するのを妨げる、もしくはロシア軍自身がクピャンスクやリマンといったかつて自分たちが占領していたところをもう一度占領しようという考えから攻撃を続行しています。しかし、戦力が減少した状態での攻撃ですから、ウクライナ軍にとってみればより集中的に迎撃することが可能となっています。ここ最近発表されたウクライナ側の戦果報告の中には、そうしたロシア軍が集中攻撃を受けて部隊が壊滅している様子なども公開されています。この1枚以外にも兵士たちがそこかしこに遺体となっている様子なども映っていることからロシア軍の被害はかなり甚大だったようです。同じく東部戦線、クピャンスクから南に下ったバフムト戦役。バフムトは町自体の攻防戦といったものは後回しにされ、町の北と南における領土の奪還が進められています。特にウクライナ軍が今前進を果たしているのが町の南側です。クリシェイフカ、アンドリウフカ、この2つの集落をウクライナ軍が奪還しました。この南側でウクライナ軍が領土奪還を果たしたというのには地図ではわからない情報があります。それはウクライナは国土としては非常に平地が多いのですが、その中でもちょっとした高台や丘といったものを抑えることができれば、守備陣地としても攻撃陣地としても非常に有効な地形となります。今回ウクライナ軍が奪還したのはまさにそのような少し小高い場所であり、バフムトに対する補給路を叩くための一つ拠点として有効に機能すると見られます。ロシア側としてはバフムトは多くの兵士を犠牲にしてでもウクライナから奪った都市であり、バフムトさえ落とせればドンバス地方全体の趨勢さえ決めるみたいな話を誇張していました。それだけにウクライナ軍がバフムトの周囲を削り取ってロシア軍がバフムト死守にこだわるのであれば、まさにロシア兵の狩り場となるでしょう。このあたりは以前からの基本的な戦略は変わっていないようです。最後に南部戦線ザポリージャ州。こちらオレホブ戦域における戦いは現在もなお激しく続いています。東部戦線から入ってきた援軍をもとにしてロシア軍は反撃を行っています。しかし、ウクライナ軍がくさびを打つ形で前進を果たしている。これを撃退することは今のところできておらず、ロシア軍は最前線に最も力を入れて防御を固めているところです。そうした戦い方こそが今のロシア軍の激しい消耗をもたらしている原因だと考えられています。特に政治的な圧力としてロシア軍にはウクライナ軍に領土を奪還されてはならないという重圧がかかっています。しかし、戦場においては守りにくい地形といったものもありますから、絶対に守れという命令というのはかなり理不尽なものです。柔軟に守りやすいところに布陣した上で反撃した方が軍事的な理屈が合っていたとしても、今のロシア軍にはそのような行動は取れないわけです。逆にウクライナ軍の方は戦いやすいところを選んで攻撃する主導権がありますから、現在一部突き破った守備陣地、その西や東へと進むことによってロシア軍の塹壕陣地を一つずつゆっくりとながらも確実に攻略を進めているところです。最後にウクライナに対する軍事支援。ここ最近ではドイツが650億円の軍事支援を発表しましたが、その軍事支援のリストの中には長射程の巡航ミサイルタウルスは入っていませんでした。ドイツの軍事支援は2022年最初の頃はかなりひどいものだったのですが、現在ではアメリカに次ぐ非常に重要な支援国であり、あと一歩踏み込んでタウルスを供与してくれたらもっと評判は上がるのになと思ってしまいます。もちろん評判のために軍事支援をしているわけではないにしても、ドイツの軍事支援は常にあと一歩が足りないがために評価が高まらないというのもまた事実です。さて、その他、今ウクライナに渡る供与戦車の中で数が増えそうなのが旧世代の戦車レオパルト1です。古い戦車というと役に立たないという声が必ず出てくるのですが、現在の戦場においてはとにかく戦車の数が必要であるというのが現実です。特に古い戦車であっても役立つというのは、それは対戦車兵器を持たない歩兵に対しては古い戦車であろうとも優勢であるという事実があるからです。ウクライナに供与される戦車としては、デンマークがレオパルト1を30両追加で送ると発表を行いました。それ以外にもドイツにおいてはレオパルト1の再生が進められていますから、順次ウクライナに送られているところです。そして
アメリカにおいても M1 エイブラムス戦車がようやくウクライナに供与され始めるというのがまさに今月です。これらの戦車はいずれもなのですが、供与されたイコールだからといってゲームチェンジャーになるわけではありません。しかし、現在のウクライナの戦場においては、とにかく戦車が必要だというのが現実です。結局のところ領土奪還をするためには、陸軍がどれだけ前に出れるかというのが問題であって、そのためには少し古い戦車であろうとも、とにかく戦車が有効だというのは確実な話なのです。レオパルト1の場合だと、いわゆる一番前に出て戦う戦車ではなく、歩兵戦闘車と一緒に動くぐらいの戦力だと思った方がいいでしょう。ただし、アメリカが M1 エイブラムス戦車がやられた場合においてどれだけ補充をしてくれるかというのが今後の焦点です。アメリカ本国においては M1 戦車であれば1000両以上が保管されていると言われていますから、10両20両やられたぐらいでほとんど影響はないレベルです。もちろん再生するためには非常に手間暇がかかるわけですが、それさえ乗り越えればアメリカの圧倒的な物量を活かせる場面でもあるのです。そうした意味では、長射程ミサイルのエイタクムスミサイルや M アイブラムス戦車を潤沢に供給するといったことができるかどうかというのが、バイデン大統領の決断にかかっているわけです。現在、ウクライナ軍は日々の戦いにおいて、少しずつは進んでいるものの、このペースであれば、この戦争はもっと何年もかかってしまいます。年月が経った場合において、中国が全く動かないといった保証はありません。もしもこのような戦争状態ってものが続いている中において、中国が軍事的な行動を起こした場合において、ウクライナに対する支援をするその余裕が西側諸国から失われてしまう可能性というのは十分あるわけで、中国が動く前にロシアを叩き潰すといったことが政治的な決断として必要だと私は思います。少なくともそれは日本にとっても考えなければならない非常に重要なキーワードです。もしも台湾有事が起こった場合において、その時まだロシアが十分な戦力を保持した状態で戦いを続けている場合、中国が動くことそれ自体がロシア軍の大いなる支援にもなってしまい、国際情勢をかなり日本にとって悪い方向へと進めてしまう可能性があるのです。そうした意味では、ウクライナに供与する戦車であるとか巡航ミサイルの話など様々あるわけですが、日本の自衛隊もここ最近では戦車にしても多連装ロケットにしても様々な兵器が退役を迎えているところです。日本国内においてはウクライナに対する軍事支援に対しては否定的な声が多いのが現実ではあるものの、ウクライナを支援しロシアを弱らせること、それに伴って中国を牽制するというこの一つの流れの中で日本が軍事支援に乗り出すというその重要性に日本政府はもっと考えを巡らしてほしいものです。というわけで今回の動画はここまで。ウクライナ軍の反転攻勢、地上戦においてはじわりと前進を果たし、ここ最近になってクリミア半島に対する遠距離攻撃なども目立つようになってきました。ロシア軍がどこか一箇所だけに守りを集中することを許さない、そういったウクライナ側の意思を感じることができます。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックとあなたの感想コメントよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。